よくね、神道っていうの古神道のね教えとかありますけど、実際は宗教じゃないんで、だから変な人何やってもいいんです。守ってもいいし守んなくてもいい。なんで鍛錬が大切なんですか？あった方が効率がいい。サムライトレーニングチャンネルサムトレへようこそ。今日も土御門通りよろしくお願いいたします。お願いします。今回のテーマは侍の古神道についてです。早速なんですが、古神道とは何ですか？なんでしょうね。神道という言い方をしたり古神道という言い方をしてますけど、はい、古くは道またはお道という言い方をしてます。神道神ってついたのは仏教が伝来して同じ道っていうのを使い始めたんで、仏道とか神道って分けたんですね。仏教とかの流れと神道って言い方をします。それでもともとは仏教後から来てますから、お道って言い方、あるいは古道古い道という言い方をしています。それが一番もともとの言い方でして、内容としては簡単に言うと、私たちの方の神道は、生活の知恵、そうです。代々こういうことをすると良かったよっていうのを、書き綴ってといいますか伝承してきた内容になります。よくね神道って言って古神道のね教えとかありますけど、実際は宗教じゃないんで、宗教は経典があって戒律があってと、そういうのがあるんで、それはないんですよ。だから変な人何やってもいいんです。そういう違いがあります。何やってもって人に迷惑かけないとかね、そういう最低にあるんだけど、戒律ってよく仏教でさ、なんか肉を食べてはいけないとか結婚してはいけないとか、今よくわかんない条件あるじゃないですか。条件よく言えば厳しい条件、悪く言えばわけわかんない条件、そういうものを守ってその通り生きていくのが戒律だったり、守るべきものっていうことですから、そういうのは神道古神道はないです。じゃあ、ある程度自由なんですね。結局最初の先代、ここでは国徳達の命様のご遺言から始まって、その方が自分がずっといった経験値を、こうやったら孫たちや息子たちが楽できるんじゃないかっていうことで、削ってっていうか、教えていったもの、そこにずっと代々の方々が足していったと、そういう形で伝わっているんです。ですから簡単に言うと、例えば、食器とか、掃除の仕方とか洗い方とか細かいところ書かれてします。こういう順番で乾きやすいよとか、そういうものあれば農作業の桑のに腰をどうやって力入れるとか、そういった本当に生活にベタにつながるような話が多いですね。生きるために必要な知恵みたいな感じなんですかね。それは多岐にわたってます。農業だったり漁業だったり、関わったことあるものに全部に関わってるし、その中に建物の建て方でこうやったら風通しがいいとか、どっちに入り口を向けばいい、風水に近いような考え方、そういうことも入ってますね。それが、侍の古神道がそういう古神道。そんな感じですね。そこから祝詞とかね、どんどん発展はしていくとは思うんですけど、もともとの真ん中にある捨てられているのは本当生活の知恵の集大成、そういう感じです。結構役に立ちます。日頃でもね。じゃあ日常の中でそれを生かしていくっていう感じになりますかね。そうですね。そういう形で、簡単に言ったらその通り書かれたこととか伝わったことをやれば、経典とかさっきのね教義に見えてもしますけど、守ってもいいし守んなくてもいいって感じ、よりもがあればそれはそれでいいよって感じもあります。ですから結構緩いですね。ただ本質は変えないって言いますか、より豊かになるとかより幸せになるってことを大事にしている、そういうものですね。その侍の古神道と、他の古神道っていうんですかねの違いとかっていうのはあるんですか？他の古神道ね全部把握してるわけじゃないんで経典とかいう神社でやっているもので関係すると、神様が伝えた教えっていう本質は変わってないと思います。ただそこに重きを置くのか、あるいは私たちは最後体術が大事ってなってるんで、体から出てくるものですね、それを文字化したもの、それを古神道という言い方しているんで、ですからちょっと頭だけ極端にすると、頭でっかちな状態はあんまり好ましくないと、
腑に落ちて使いこなすとやっと古神道の通りっていう形ですね。古神道を生かした生き方だっていう生き方になりますね。人間も自然の一部だし、そこになんか循環的な生き方がずっと続いていく、それを外さない、そういったものがまあ神道の大事なものかなと思ってますね。神道っていうのと古神道は違うんですかね。まあ時期が違いといいますか、いつの段階をもって古神道、いつの段階をもって神道というかっていう感じですかね。直近で言いますと戦前戦後、戦後を神道で戦前を古神道というある時期を境に古い新しいって感じでやってますね。ただ例外が江戸時代ぐらい。江戸時代の途中でちょっと神道が絶えかけた時に、神道の復興をさせようっていう話で、この時に今まで口伝だったものを江戸時代に再編成してこう文字に書き綴って、残そうという方々がいたんですね。それは国文学者の方々で、だから宮司じゃないんですよ。学者さんなんです。でそれをまとめたものを古神道と言った。で古い方を神道と言ったんです。逆転してるんです。そこで逆転していて、あとは古い方、ある時期を古い時期を境に古い方を古神道、新しいものを神道という言い方にしてます。ですからその流派というのか、そのどこから続いているかによって、その流れが変わったところで神道、古神道という言い方を変えてますね。ちなみに侍ではない一般の人たちもやっぱり古神道っていうのは大事なんですよね。何か大事にしたいとか、どういう考え方でいきたいっていうのであれば、この神道あるいは古神道は大変参考になる内容多いかなと思いますね。今は私自身が、当然この活動以前にもいろんな会社事業をやってましたから、外で会社経営の方針ってこの辺から来てるので、古神道から、こうした方がいい、ああした方がいいとかね、人間関係こうした方がいいとかいうのも全部ここが根底になってるんで、そうすると参考になること多いかなと思います。もう一から全て作るよりは、まず参考事例があって、それで現代にあったところ、合ってないところを調整する方が楽じゃないですかね。テンプレート、ひな形ですよね。があった方が楽だとは思いますね。ちなみに古神道の教えの中に祝詞とかっていうのもあるんですか？結果的にはそれいろいろ取り込んでいくんで、祝詞はあります。ご神事ですからね。ご神事っていうだけあって、もうそこで大祓いとかはつながってます。この祝詞っていうのは何のためにあるというか。なかなか深いですね。正確な答えは分かんないんですけど、一つは宣言文。宣言です。神様に対してこういうことをしていきましょうとかいう宣言であり、あるいは祝福するとか、何かを願いを念ずるっていう意味で言葉にするっていうことの一つかなと思ってますね。なぜ祝詞になったかとかね、ある時は歌になったりとか神楽やったりとかいろいろあるんで、その伝え方っていくつかある中での言葉としての宣言かなと思ってますね。よく日本人は鍛錬が大切って聞くんですけど、なんで日本人は鍛錬が大切なんですか？日本人以外も大事じゃないですか。じゃあ別に日本人がっていうよりかは、もう人間であればみんなが大切なもの。あった方が効率がいいと思いますね。効率。結局体の構造上どこに何がつながってるかって言ったら、鍛錬って概念で体を動かした方が楽。そういう構造になっちゃってるんですよ。鍛錬っていうのとインナーマッスルは違う。鍛錬はあくまでも体感覚のことなんですよ。ただその周りの筋肉のことを言ったら、僕は内筋ってよく言うんですけど、インナーマッスルのが関わってるのを聞きますね。先ほど横隔膜もそうですから。そこ鍛錬を発達させていくための、発達させるというかね、感覚なんで、鍛錬自体は鍛えれないんですよ。そう周りからグッと圧かけるっていうことですと、この筋肉周辺の筋肉や筋膜の作用だから、丹田っていう臓器やるわけじゃなくて、触ってる感じ、内臓って感覚ないから、そこで触れたなと触れてないと
なんか圧がかかった時のこう当たりっていうのかな、中で感触を作る、理解するのが丹田のことなんですよね、簡単に言うと。で感触なんで、なんか臓器があるわけじゃないんですよ。ただ内臓の中で触った触ってないっていうか、ここで圧が一瞬溜まった抜けたっていうのが分かってくるだけだと思っていただければいいんで、結局その圧に対して周りがどんだけ圧かかったかだから、結構鍛えてきたなとかいうのは、まあ関節でも分かりますよ。明らかに腹圧が上がったなとかね。なぜベルトとかもたまにバチンって切れるぐらいとか、今こうそうそう、普通のベルトしてると根元折れちゃったりするから、ちょっと特殊なやつね、はい、内臓圧上がってるの分かりますね。呼吸がすごく強いとか、呼吸吸い込んだ時の圧がものすごく分かりやすいとかね。はい、ありがとうございます。はい、サムライトレーニングチャンネルをご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタン、ベルマーク、シェア拡散よろしくお願いいたします。